様こんにちは、セリナです。今回は2023年のクリスマスコフレの中でも特に注目度の高い11月2日発売エレガンスコフレパルボヌールをご紹介していきます。各ブランドから素敵なアイテムがたくさん発売されている2023年のホリデーですが、エレガンスのコフレパルボヌールは発売前から特に注目度が高いアイテムでしたよね。かなり人気のアイテムですでに完売しているという店舗も多いそうですが、下地やフェイスパウダー、そしてマスカラベースなど既存アイテムのミニサイズも多くセットされておりますので、少しでも使い心地や実際の質感など参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドのクリスマスコフレをご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、エレガンスコフレパルボヌール。透き通るような繊細な輝きと穏やかなカラーで幸せに満ちた美しさを叶えるコフレ。セット内容はヌーベルアイズの限定色112、ブリリアントルージュビジュの限定色106、カールラッシュフィクサーのミニサイズ、グラビティレスマスカラの限定色 PK80、モデリングカラーメイクアップベース BE902 のミニサイズ、そしてフェザーベール001のミニサイズ、以上の6点がセットになっています。それでは早速コフレにセットされているアイテムを実際に使ってみてメイクを仕上げていきたいと思います。まずはこちら、化粧下地のモデリングカラーアップベース BE902 のミニサイズからご紹介していきます。こちらは既存アイテムのミニサイズとなっています。肌色修正メイクアップベースと呼ばれている5色のカラーバリエーションがある下地で、こちらの BE902 は明るくナチュラルな印象へ導いてくれて、ツヤ感をアップさせたい方やくすみが気になる方におすすめとのことです。SPF25 の PA2+ 入っています。それではこちら側の方に塗ってみたいと思います。こちらの下地は既存でも発売されているアイテムですが、実際に肌の上に使ってみるのは初めてです。みずみずしい乳液のように伸びの良さと保湿感を兼ね備えてくれているようなテクスチャーです。はい、こちら側半分にモデリングカラーアップベースの BE902 を塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をしてもこんな感じで、自然に赤みや色ムラは補正してくれていますが、補正効果があるからといって濃いベージュのカラーが乗ってしまったり、反対に白っぽくトーンアップしすぎてしまうという感じでもないので、肌の色を選ばずに使いやすいベージュ系のカラーコントロール下地という印象です。質感としてもこのくらいの距離があるとツヤツヤしすぎてしまったりマットに寄りすぎてしまうということもなく、素肌のような質感のまま綺麗に見せてくれているという感じがしますが、近くで見るとこんな感じでかなり微細なパールが発光して細かい毛穴や凹凸をフラットに見せてくれます。カラーも質感もとても馴染みがいいので、何も塗っていない状態の肌に近いような自然な仕上がりなのに、きちんと肌をきれいに見せてくれているところがとてもいい下地だなと思いました。スキンケアをしてから少し時間が経った状態の肌に塗りましたが、みずみずしい乳液のようなテクスチャーで肌にスルスルと伸び広がってくれたので、これからの時期乾燥が気になるという方にもとても使いやすいと思います。伸ばしきった後は肌の内側をしっかりと保湿して肌を柔らかくしつつ、表面はつるんと整うようなタイプだったので保湿もしてくれますが、皮脂が気になるという方にも使いやすそうです。
はい、モデリングカラーアップベースの BE90 に全顔に塗ってみました。こちらの下地の香りについては、エレガンスのベースメイク特有の少し強めのスキンケアのような香りがしっかりと香るタイプだったので、香りが苦手という方には少し気になるかもしれません。続いて、ファンデーションと組み合わせた時の塗り心地や仕上がりについても見ていきたいので、この上に今回はこちら、同じエレガンスのウォータリーフィルミックファンデーションを使っていきます。カラーは IV の302を使用しています。付属のスポンジを使って塗っていきます。スキンケアのようにみずみずしく保湿をしつつ、肌表面をつるんと整えてくれるような下地だったので、ファンデーションもムラになることなく均一についてくれます。ファンデーションの質感を選ばずに使いやすいようなタイプの下地なんじゃないかなと思います。はい、こちら側半分にはモデリングカラーアップベースの上にファンデーションを重ねてみました。ファンデーションを重ねると、よりこちらの下地の厚みは出ないのに毛穴を自然につるんと見せてくれている効果がわかりやすいと思います。ファンデーションのカバー感は変えたくないけれど、毛穴をきれいに補正したいという時にとても使いやすいと思います。左から順に素肌のみの状態、モデリングカラーアップベース BE902 のみで仕上げた状態、そして上からさらにウォータリーフィルミックファンデーションを重ねた状態、それぞれを比較するとこんな感じの違いでした。それでは続いてのアイテムはこちら、フェザーベールの001番です。こちらも既存アイテムのミニサイズとなっています。繊細にカバーしながら透明感を際立たせ、仕上がりサラサラというアイテムだそうです。カラーは3色展開で、きらめくクリアな肌色に仕上げてくれる001番がセットされています。SPF10 PA+の紫外線カット効果も入っています。こんな感じのミニサイズのパフも入っていますが、今回はトゥーフェイストのフェイスブラシを使って顔全体に塗ってみたいと思います。手元で見た時に結構しっかりとラメが輝くタイプのフェイスパウダーだなと思いましたが、肌の上にのせるとこんな感じでファンデーションの油分感をパウダーで押さえた上に微細なラメがキラキラと輝くような感じだったので、そこまでギラギラとした印象になってしまうというタイプではなかったです。パウダーなしの方と比較をしてみると、フェザーベールを塗った方の肌のファンデーションの油分感がしっかりと抑えられている感じがよりわかりやすいと思います。ベースはセミマットに近いようなふんわりとした質感ですが、このラメが輝く効果で絶妙に立体感も残してくれています。近くで見るとかなり微細ですが、ゴールドやグリーン、そしてレッドなどの多色のラメが輝いていますね。毛穴はふんわりとカバーしてくれているので、ラメで毛穴が悪目立ちしてしまうという感じは気になりにくいです。そして肌表面は柔らかくてふんわりとしている触り心地です。ベタつき感は抑えてくれていますが、皮脂を吸着しすぎてしまうという感じはしないので、こちらもこれからの時期も使いやすいアイテムだなと思います。パウダーありなし、アップで比較するとこんな感じです。はい、まずはこんな感じでベースメイクが完成しました。今回のコフレにセットされている下地とフェイスパウダーは、どちらにも内側にはしっかりと保湿感がありつつ、表面にはベタつき感を残さないという質感だったので、肌タイプ選ばずに使いやすいアイテムだったんじゃないかなと思います。どちらも初めて使用したアイテムですが、使い心地も仕上がりも個人的にもかなりいいなと感じました。既存アイテムをミニサイズで試せるというところもとてもいいですよね。はい、それではアイブロウやチークなどを仕上げましたので、続いてはポイントメイクのアイテムをご紹介していきたいと思います。まずはこちら、マスカラ下地カールラッシュフィクサーです。こちらも既存アイテムのミニサイズとなっています。それではこちら側のアイラッシュカーラーで軽くまつげをカールさせている状態のまつげに塗っていきたいと思います。こちらは透明なタイプのマスカラ下地ですね。
アイテムによっては白っぽくなってしまうものもあるので、こういった透明タイプはとても使いやすくていいなと思います。軽くてみずみずしい質感で、まつげをきれいにセパレートしてくれます。はい、こちら側のまつげにアイラッシュカーラーでまつげをカールさせた後、カールラッシュフィクサーを塗ってみました。上下のまつげにしっかりと何度か塗り重ねましたが、重ねてもまつげが白っぽくなってしまうことはなく、透明なまま自然に束感を出してくれて、綺麗にセパレートしたまつげを叶えてくれました。そしてかなり自然ですが、何も塗っていない方と比較すると、まつげに長さも出ている感じがします。塗ってから少し時間を置くと硬さが出てきて、まつげ同士をしっかりとコーティングしてくれている感じなので、カールキープ力も高そうです。ではこの状態のまま反対側にはこちらのグラビティレスマスカラの限定色 PK80 を塗っていきます。アイラッシュカーラーでまつげをカールした後、まずはマスカラ下地を塗らない状態でこちらのカラーマスカラを塗っていきます。こちらは手元で見た時に少し固めのマスカラ液でしっかりと液がつくといった印象だったので、まつげの上にのせてもやはりみずみずしいタイプというよりも、マスカラ液でまつげを一本一本しっかりとコーティングをしてくれるような質感です。はい、こちら側のまつげにはマスカラ下地なしでグラビティレスマスカラの限定色 PK80 番を塗ってみました。まずカラーとしてはこんな感じで、かなり自然なニュアンスのレッドブラウンといった印象なので、まつげのフレームの役割もしっかりと叶えつつ、程よいニュアンスも与えてくれるようなおしゃれなカラーでした。少しだけ目元にアクセントを加えたいという時に活躍してくれそうです。そして質感としてはやはり手元で見た時と同様の重さがあって、まつげを一本一本コーティングしてくれるようなタイプだったので、カラーはしっかりと乗ってくれますが、その分塗っている間からまつげのカールが下がってきてしまう感じが少し気になりました。やはりしっかりとまつげをカールしてくれるカールラッシュフィクサーと組み合わせるととてもいいんじゃないかなと思います。この上に塗ってみたいと思います。カールラッシュフィクサーの上に重ねるとこんな感じで、マスカラのカラーもしっかりと乗りつつ、カールも落ちてくる感じが気にならないです。そしてこの2つを組み合わせるとさらにまつげに長さが足されていきます。はい、こんな感じでこちら側のまつげにはマスカラ下地ありでマスカラを塗ってみました。やはりこちらの下地がしっかりとまつげをコーティングしてカールさせてくれているおかげで、上からカラーマスカラを重ねてもこんな感じでマスカラの重さによってカールが落ちてしまうということもなく、カールキープとカラーマスカラの発色の良さ、どちらも両立することができました。そしてこちらの2つを組み合わせるとかなりまつげに長さが出るので、まつげにしっかりと長さを出したいという方にかなりおすすめな組み合わせです。大人っぽい落ち着いたニュアンスのカラーでしたが、しっかりとまつげに存在感が出てくれました。では続いてのアイテムはこちら、ヌーベルアイズの限定色112番をご紹介していきます。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをお見せしていきます。1色目、左上のカラーです。エレガンスのヌーベルアイズはしっとりとした粉質とこの贅沢なラメのきらめきが特徴的なアイシャドウです。今回の限定色もこんな感じで1色目からしっかりとラメのきらめきを楽しめます。はい、まずは1色目、左上のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、もう少しイエローっぽいニュアンスに発色するのかなと思いましたが、まぶたの上にのせるとほんのりとオレンジのニュアンスを感じるベージュゴールドといった感じの発色になりました。ふんわりとしていて単色塗りでもミディアムカラーくらいの程よい陰影感をつけてくれるようなベースに、ゴールドやシルバー、そしてピンクのラメがアクセントになってくれるとても華やかなカラーです。この大人っぽさと可愛らしさのバランスが絶妙なところがさすがエレガンスといった感じの色出しだなと思いました。続いて2色目、右上のカラーです。
しっかりと発色を楽しめる高発色タイプです。ただこちらにも微細なパールとラメによるきらめきも楽しめます。はい、2色目、右上のカラーはこんな感じでした。反対に塗っている1色目よりもさらに高発色でしたが、しっとりとしていて肌に溶け込むような粉質のおかげで指でも綺麗に馴染んでくれます。この絶妙なニュアンスとレッドピンクのカラーが合わさって色っぽい目元に仕上げてくれます。こちらにも微細ですがシルバーやピンクなどのラメが輝きます。1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、左下のカラーです。こちらのカラーはベースに透け感がありつつしっかりと大粒の多色ラメのきらめきを楽しめます。ホリデーらしい華やかなカラーです。はい、3色目、左下のカラーはこんな感じでした。こちらはまぶたの透け感が残るようなほんのり柔らかいピンクのカラーが発色した上にゴールドやピンク、そしてラベンダーなどの大粒の多色ラメのきらめきを楽しめるカラーでした。アイシャドウのグラデーションに華やかなアクセントを加えてくれそうです。かなりしっかりとラメによるきらめきを楽しめますが、上品さが残るところもさすがエレガンスですよね。最後4色目、右下のカラーです。こちらは深みのあるカラーが楽しめますが、自然にカラーがぼけてくれるのでとても調整がしやすいです。そしてこちらにも大粒のラメのきらめきがしっかりと輝きますね。はい、最後4色目、右下のカラーはこんな感じでした。こちらは締め色にもなってくれそうな深みのあるパープル系のカラーがふんわりと発色している上にゴールドやブルー、そしてレッドの大粒ラメのきらめきを楽しめます。顔を動かすたびに大粒のラメがキラキラと輝いてとても綺麗です。3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからはヌーベルアイズの限定色112番全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左上のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。この少しオレンジニュアンスを感じる絶妙なベージュゴールドがとても素敵だなと思ったので今回はベースとして全体に塗っていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。このパレットの中で一番深みがあるカラーだったのでこちらを組み合わせていきます。続いて右上のカラーを付属のチップの細い面に取って下まぶたのまつげの際にしっかりとのせてここから少しぼかすようにしてなじませていきます。血色感を出していきます。最後に左下のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンとのせていきます。そのまま付属のチップの細い面にも取って下まぶた全体にも重ねていきます。そして仕上げに先ほどご紹介したグラビティレスマスカラの PK80 番を塗っていきます。下まぶたにレッドピンクのカラーを仕込んだのでこちらのカラーマスカラとの相性もよりアップします。はい、こんな感じでヌーベルアイスの限定色112番全色とグラビティレスマスカラの PK80 番を組み合わせたメイクルックが完成しました。ヌーベルアイスの限定色はパレットで見るとイエロー、レッド、パープルなど少し組み合わせが難しそうな印象でしたが全てのカラーにツヤとラメがしっかりと効いていたのとどのカラーも上品で大人っぽいニュアンスだったので全色を組み合わせてみてもこんな感じでそれぞれのカラーが絶妙なニュアンスを与えてくれて
大人っぽいカラーメイクに仕上げることができました。そしてカラーマスカラも下まぶたにしっかりとレッドピンクのカラーを効かせていることでいいアクセントになってくれています。この贅沢なラメ感がホリデー限定という感じでとても可愛いです。引きで見るとこんな感じです。それでは最後はこちら。ブリリアントルージュビジュの限定色106番をご紹介していきます。こちらはこんな感じで、手元で見るよりも少しコーラルなニュアンスを感じるようなピンクのカラーが乗ってくれます。滑らかで唇をプルンと見せてくれるリキッドタイプのルージュです。はい、ブリリアントルージュビジュの限定色106番はこんな感じでした。唇に薄く発色させている時はもう少しコーラルのニュアンスも感じましたが、しっかりと塗り重ねるとこんな感じで元の唇の血色感と相まって青みに寄りすぎない絶妙なローズといった印象のカラーに仕上がりました。限定のアイシャドウが全色を組み合わせてもそこまで濃いニュアンスにならなかったので、こちらのリップがしっかりと血色感をアップさせてくれることで全体のバランスが取れています。はい、ではこんな感じで11月2日発売エレガンスのゴフレ・バルボヌールを使ったメイクが完成しました。ベースメイクは厚塗り感のない自然なツヤ仕上がりなのに毛穴や凹凸は綺麗にカバーしてくれるタイプだったので、アイシャドウの贅沢なラメ感や高発色なリップも綺麗に映える肌に仕上げてくれました。そして個人的にはやはり何といってもこちらの限定アイシャドウのラメ感がものすごく綺麗だなぁと感じました。マスカラも下地と組み合わせることでしっかりとカラーの発色とカールキープ、そして長さまで叶えてくれるというとても使いやすいアイテムばかりでした。発売前からかなり人気のアイテムだったということで、すでに完売している店舗も多いと思いますが、既存アイテムも多く含まれておりましたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。